サリュー皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回はフランス料理ビストロの定番中の定番、鶏もも肉のコンフィ、これをやっていきたいと思います。コンフィのリクエストも結構いただいてたんですけど、そんなに難しい調理ではないので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。それじゃあやっていきましょう。300ぐらい、だいたい300ぐらいなんで、300に対して 1% から1.5% ぐらいの塩を振る。その塩のパーセントはお好みでいいんですけど、僕今回 1% ぐらいでいこうかなと思います。 1.5 だとちょっとだいぶしっかりとした味だと思います。それでここでこの鶏の掃除をしなくていいんですよ。これコンフィだから長時間煮込むから、もうね、筋とか油とか全部ギュッとね、こうなんていうんですか、こうギュッとこうなるんですよ。そう、つまり油で長時間煮るんで、鶏が持ってるちょっと臭みのある油だったりとか、こう筋とかはもう溶け出して口の中でね、残らないようなぐらい柔らかくなるんで、コンフィのね、これがメリットです。もともとはフランス南西部の、郷土料理なんですけど、冷蔵庫とかがねない時に肉の保存のために発展した調理法だって言われてます。で、ニンニクは皮付きのまま、そっちの方が香りが強いんで、半分でいいか。そして塩をねまんべんなくすり込んでってあげましょう。で、ここでね、内側に胡椒も。これちょっと目分量になっちゃうんですけど、大体。まんべんなく胡椒できれば OK です。そしてここからはハーブを散らして、ニンニクとハーブですね。このハーブは本当はね、タイムが使いたかったんだけど、いつも買いに行ってるスーパーになくてですね。ローズマリーとタイム両方僕は使いたいんですけど、今回はね、しょうがないんで、ローズマリーだけにします。あと、ローリエ。結構しっかりね香りが移るぐらいの量、ケチらないでやった方が美味しく仕上がります。で、このまま本来はレストランとかであれば半日から1日寝かせてから次の工程に移るんですけど、家だし僕もそんなに待てないので、どうしようかな、2時間ぐらいこのまま冷蔵庫でちょっと味を染み込ませたら次に進めていきます。ということで、今だいたい2時間ぐらい冷蔵庫でマリネしました。香りはすごくいい。で、これはもうこの漬け込んでた香草だったり、塩とか一切拭わないでそのまま真空していきます。で、真空がねご自宅にないケースの方が多いと思うんで、ジップロックとかで脱気していただければ大丈夫です。で、オイルはだいたいどれぐらいだろうな、30から50ミリリットルぐらいで十分です。1個に対して。で、今回は、ピュアオリーブオイル使ってるんですけども、本来はクラシックなやり方だと鴨油ですね。鴨の油を使って、すごい芳香な香りっていうのをまとわせる。で、この80度ぐらいのお湯、沸かさないお湯ですね。だいたいコンフィにするお湯の温度は80度、ちょっと低くて75度ぐらいかな。それぐらいでやった方がいいです。このまま約4時間ぐらい、だいぶ長いですね。で、今はジップロックだったり、さっき僕が使った真空とかが存在するから、最小限の油でコンフィにすることができるんですけど、それこそ昔とクラシックなやり方で言えば、大きい鍋用意して食材が埋まるぐらいの油をドバッと中に入れて弱火でゆっくり煮ていくっていうのが元々のクラシックなやり方ですよね。でもね、やっぱそれやると大量の油がね行き場を失うんで、
これぐらいのね最小限の油でやれるっていう方がまあ家庭的ですね。あとはレストランでもコンフィにするって言ったら今は大体こういうやり方です。じゃあ今から4時間煮込んでいきます。というわけで4時間煮込んだんで、いやむしろもう5時間ぐらい経ちました。まあこんな感じですっていう何か変化が特にあったわけではないんですけど、香りはねすごくこうもう袋からもう香りが超えてコンフィの香りがしてきます。でこのまま最後、袋から外して表面を焼いていくんですけど、今ねこのまますぐ焼いてってもいいんですけど、この後実は冷蔵庫でまあ半日とか休ませると味が落ち着いてねすごくさらに美味しくなるんですけど、まあ30分から1時間ぐらいちょっと熱を落ち着かせます。今のうちに付け合わせを作っていきます。シンプルにしようかなと思います。輪切りにしていって、でさっきのね、鶏をコンフィしていた油を使ってサルラ風って呼ばれるじゃがいもの付け合わせ、こうやってボウルとザルとかに一気にこしちゃった方がいいかもしれないですね。でしっかりとコンフィされてると骨から肉がすぐにほぐれるような感じになってるんですね。なんで移動させる時とかは崩れないように気をつけた方がいいです。今回もねすごいこれもう柔らかくなってるんでめっちゃ崩れますね。今からサルラ風のじゃがいもを作りながら鶏もも肉最後の焼きをやっていきます。じゃがいもは少し塩をして下味をつけて、その後さっきのこのコンフィオイル、これを結構たっぷり入れちゃいます。この中には鶏もものなんでしょう、結構ねいい香りがするんですよね。この香りとあとは鶏の旨味もね少しこうにじみ出てるんで、それをじゃがいもにしっかりと移していってあげます。で鶏ももはほんの少量の油、これで焼いていきます。結構ね跳ねるんで気をつけてください。あんまりねこう跳ねるのが嫌だっていう人は、例えばこのクッキングペーパーこの上で焼いていったりすると、結構ね跳ね防止になるんで、これやるとね結構優しくこう焼き色がついてきます。でこのじゃがいもの方はね、これも少し勢いがこうやってついてきたら、あとはちょっと弱火にしてじっくりと火を通していきます。こう重なってるところがなるべくないようにするとより丁寧に仕上がります。重なってるところをねそのままにしてるとくっついちゃったりして火が入りづらいんで、じゃがいものでんぷん質で少しこうたまに揺すってあげるといいです。そしてフライパンの温度が全体に均一に回らないんで、もういいかな。ひっくり返す時も結構慎重にやらんと。ショック。ちょっとね、1個柔らかすぎてほぐれちゃったんですけど、いかに柔らかく仕上がってるかが物語ってると思う。よくわからない言い訳をしてますが、気にしないでください。仕上げに中火で、これはもういいです。みじん切りにしたニンニクと、あとパセリを振って仕上げていきます。必要であればね、塩と胡椒も加えて、でも下味してるから十分だな。ちょっとだけ胡椒します。でもうこれはニンニクがいい感じに馴染んだら OK です。そしたら油ごと引き上げましょう。
じゃあドレッセいきます。うまそう。オリーブオイル適量。ボナペティ。いただきます。さあ、どうだ。お、柔らけえ。うまいぜ。うまし。うん。うん。これはやばい。いや、いい。いや、最高っすよ。こういうビストロ料理は。本当に。触れるだけでほぐれていくようなこの柔らかさ。これがね、やっぱコンフィの、こう、最大のね、特徴の一つ。で、味もかなりしっかり染み込んでて、ニンニクの風味、ローズマリー、ローリエ、これらの香りっていうのも、鶏肉にすごくよく合ってて、これは言うことない。で、このね、じゃがいも、サルラ風のじゃがいもも、コンフィしたオイルで煮てるから、皿との一体感がやっぱすごくいいし、これね、やっぱもう、ビストロ行ってこれ出てきたらほんと最高だよ。うまい。うまかった。マジでうまかった。ごちそうさまでした。鶏もも肉のコンフィ。すごい簡単なんでね。ぜひ作り方、よかったら参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。